皆さんこんにちは、しおねるです。私の YouTube がチャンネル登録5万人を突破しました。皆様いつもご視聴くださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんいつもご視聴くださいましてありがとうございます。5万人突破を記念しまして質問コーナーを開催したいと思います。事前にインスタグラムで質問を募集させていただきました。たくさんご質問いただきまして本当にありがとうございます。早速質問に答えていきます。誕生日を知りたいな。誕生日は8月19日です。今日が私の誕生日です。やったー皆様お祝いコメント待ってます身長はどのくらいですか？160センチです。差し支えなければ血液型を教えてください。 B、 しおねるさんってどこ出身ですか？東京都です。しおねるさんの名前の由来は何でしょうか？由来というか友達がつけてくれました。彼氏さんはいますか？いません。落ち着く瞬間は家のお布団に入った時。アルバイトしてますか？してたらどんなアルバイトしてますか？アルバイトはしてませんけど昔してたアルバイトだとコンビニとか九州のお料理屋さんとか美容室とかですかね高校生になった瞬間に私はバイトを始めたので高校3年間ずっと地元のコンビニで働いてました。得意教科は強いて言うのは体育。でもボールだけは本当にダメです。ドッジボールも投げ方こうです汗かいてもメイク崩れ全然してなくて羨ましいです。下地とかって何使ってますか？嬉しいです。下地は使ってなくって日焼け止めの上にファンデーション塗ってメイク崩れ防止ミストみたいなの一応してます。でもめっちゃ崩れちゃうのでなんかちょっと拭いたりしてます。音楽はどんなのを聴きますか？ヒゲダンとかセカオワとか愛子さん、緑茶かマカロニ鉛筆、あとは昭和の曲とか聴くこと多いです。5万人おめでとうございます。4兄弟のエピソードなどお聞きしたいです。ありがとうございます。私は4兄弟なんですけど、結構仲が良くてですね、今でもディズニーとかみんなで予定合わせて行ってます。ちょっと写真こんな感じです鉄道と全く関係ないけど阪神タイガースで誰を応援してますか？私は家族が代々おじいちゃんからお父さんが阪神タイガースが大好きで、私も一緒に試合を見に行ったりするんですけど、私は結構みんな応援してて、お父さんが大の大山選手ファンです。私は阪神の試合見に行きましたか？はい、見に行きました。甲子園2回とこっちでも神宮とかハマスタとかにも行きました。普段私服でデニムって履きますか？履きます。もしかしてハロートですか？はい、幼稚園ぐらいの頃からハロープロジェクトが大好きです。スタバ行きますか？もし行くならおすすめのカスタムは？スタバはめっちゃ行きますけどカスタムは私はしないです。ほうじ茶クラシックティーラテとスターバックスラテが好きです。好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えて。好きな食べ物はお寿司、すき焼き、甘いもの全般好きですね。和菓子も洋菓子もマカロンとか白あんが好きです。とかそんな感じかな嫌いなものはもう決まってて、私好き嫌いが本当に全然ないんですけど2個だけ嫌いなものが食べられないものがあってみょうがとパクチーです。それ以外は食べられます。しおねるさんのおばあちゃんってどんな感じの方ですか？きっと優しそう。はい、すごい優しいです。ご飯もすごい美味しいですしおしゃべり好きですごい可愛いおばあちゃんたちです。あといつも家に帰る時とかお見送りしてくれて。3姉妹皆さん左利きですか？いや、私だけです。部活は何やってましたか？ずーっと帰宅部です。本当にアルバイトしかしてなかったです。休みの日は何してるの？寝てるか寝てる寝てますねずっと。好きなお洋服のブランドは何でしょうか？アルページュストーリーとココディールばっかり買ってます。爪綺麗だし可愛い。ありがとうございます。フットネイルもされてるんですか？参考にしたいです。フットネイルは夏だけやるときあります。でも基本はしないです。賢そうに見えますが実際に学校で学級委員やったことありますか？賢そうに見えますか？嬉しいです。学級委員はすごい大当たりなんですけど学級委員はずっとやってました。中学校はもう指名されちゃうので中学校3年間学級委員長もやってましたし、なんですけどガミガミ言うのがすごい嫌だったんで高校ではおとなしくしようと思って学級委員辞めてたんですけど高校3年生でやっぱり指名されちゃいました
なんか学級委員タイプみたいです。怒ったことなさそうだけど、最近怒ったことありますか？私結構怒りますね。なんだろう、ポイ捨てしてる人見た時とかはーって思います。友達は多いですか？少ないです。よく遊ぶ友達は、定期的に会う子は1人か2人くらい。パーソナルカラーは何でしたか？調べてないんですけど、多分イエベ秋じゃないかと思います。先生となることが多いと思いますが、それをこなせる秘訣みたいなものがありましたら教えていただけませんか？どうだろう。私はそもそも楽しいから全然苦に感じたことはなくて、ただ寝不足にはなるので移動の楽しみを見つけることですかね。事前調べをたくさんすることがこなせる秘訣かなと思います。事前調べをすると、これから通る車窓にどんなものがあって、この時間は起きてようかなとか、今まで知らなかったこととかを知れる機会にもなるので、より旅が深まるというかのでおすすめです。って言いながら、私もあんまりバタバタで調べられてなくってって思うこと結構あります。移動時間を楽しめることが多分一番だとは思うんですけど、もし移動時間本当に辛いって人はたくさん食べる。やばい、アドバイスになってない。次に行きたい鉄道路線はどこですか？オレンジ鉄道です。最近ちょうどおすすめいただいて、夕日がすごい綺麗だって聞いたので乗ってみたいです。鉄道模型は好きですか？はい、好きです。なんかお父さんも好きらしいですね。いつか家に起きると嬉しいです。一度乗って良かった電車と駅を教えてください。すごいタイムリーなんですけど、最近花咲線に乗りまして、すごい景色が良くて楽しかったですね。でも駅は私何回行っても東京駅は興奮しますね。ここから旅が始まるみたいな感じで僕も昔鉄旅にハマりましたが、何がきっかけですか？きっかけは悩み事がある時に一人でゆっくり考えたいなっていうので遠出することが多くて、それがきっかけです。もうちょっと詳しいことはこっちの動画で喋ってるのでぜひ見てください。電車なので好きな車両を教えてください。系統は指定しないので阪急の車両です。いつかどこかの駅で見かけたらお声掛けしてもよろしいでしょうか？ぜひよろしくお願いします。嬉しいです。 YouTube を始めるとき不安はありませんでしたか？ちょっとだけ。最長片道切符に挑戦する予定は？いや、したいんですけど、怖さもあります。私ネカフェとか泊まったことがないので、そこら辺どうするかですよね。今までに乗った中で一番感動した電車は？やっぱりサンライズですかね。鉄道好きになってからやっぱ憧れるのって寝台列車なのかなと思うんですけど、初めて乗れた時はめっちゃ興奮しましたけど、ブロッキーになってしまったので絶対リベンジしたいです。ドクターイエローを見たことはありますか？はい、何回もあります。何かイベント等の予定はありますか？これすっごい嬉しくて、オフ会やりますかとか、イベントあるなら絶対行きたいですって言ってくださる方が多くて、本当にありがとうございます。ちょっとテンションが舞い上がってるので、できたらいいななんて思ってます。そういう機会を作れるようにもっともっと頑張ります。乗り鉄してて楽しかったと思えることを教えてください。自分の中の世界が広がることがすごい楽しいなって思います。やっぱり自分の家とかその近くにしかいないと、自分の世界ってそこだけで終わっちゃうと思うんですけど、鉄道でいろんな旅に出ることによって本当に新たな出会いがあったりとか、日本の魅力に改めて気づくことができたり、とっても楽しいです。行ってみたい県、行ってみたい観光地はありますか？行ってみたい県は熊本県。これも最近おすすめいただいてすごい行ってみたいです。行ってみたい観光地は銀山温泉です。今年の冬行けたらいいなと思って予約しようと思ったら、もうどの旅館も満室で、こんな人気なんだって、来年もし行けたら嬉しいなと思ってます。旅のお供にいつも持ち歩いているものはありますか？私はお菓子ですね。空腹が耐えられないのと口が寂しいのがなんか嫌なので、お菓子大好きでずっとお菓子食べてます。じゃん。今日も持ってるピュレグミとハイチュウ、あと梅練りです。見たらわかると思うんですけど、マスカット系のお菓子と梅系のお菓子が大好きです。5万人のご褒美で行きたい観光地はどこですか？ご褒美か。海がすごい綺麗なところに行きたいなと思います。左利きの人って自動改札は使いにくくないですか？あんまりそんなことないですね。お玉とかは使いにくいです。やっぱり給食の配膳とかすごい辛かった思いがあります。
九州の観光列車を紹介してください。乗ってみたい。私も九州の観光列車にすっごい乗ってみたくって、なんですけど、九州の観光列車って結構人気でずっと満席ですよね。実は1個だけすでに予約できたものがあって、それに今度乗るので、それが初めての九州観光列車になるかな。楽しみにしててください。好きな駅ベスト3はどこの駅ですか？3位は希望で行ってみたいのが西大山駅で、2位が金沢駅、ザ・日本っていう感じの駅ですごい綺麗ですよね。1位が阪急大阪梅田駅です。鉄道旅行はいつぐらいから好きになったんですか？2、3年前だと思います。シオネルちゃんの動画見ていつも元気もらってます。彼氏と一緒に見てます。わあ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。彼氏さんとのご旅行に役立っては嬉しいです。海外の電車には興味ありますか？いつか行く？海外の列車すっごい興味あって、いつか乗りに行きたいなと思ってます。アムトラックに今乗ってみたいです。大学生一人旅おすすめのところどこかありますか？私が動画に上げてるやつは全ておすすめなんですけど、やっぱり自分の好きな場所に行くのが一番いいのかなと思います。自分の興味に合わせた。でもそれでも決まらないっていう場合は、自然とか歴史的スポットを巡ったりするのがおすすめです。海外の鉄道に乗って旅行するならどこの国がいいですか？今はそのアムトラックに乗ってみたいのでアメリカがいいんですけど、ヨーロッパとかにも行ってみたいです。いつも楽しく見てます。好きな車窓とかありましたら教えてください。もうこれは完全に海です。一番乗り心地の良かった特急電車は何でしたか？島風？鉄オタなんですか？鉄オタにはちょっとまだ程遠いかなと思います。いつもね、視聴者さんとかから教えていただいて、で自分なりにも勉強してみて鉄道旅を楽しんでいる感じです。撮影や編集はご自身でやられてるんですか？はい、全部自分でやってます。電車乗ってる時何してますか？まずは車窓を見ているか、旅先のことを調べてるか、寝てるかです。好きな発車メロディーはありますか？発車メロディー、車内メロディーでもいいですか？北陸ロマンすごい好きですね。好きな都道府県、京都。日本の美的なものが好きなので、今まで行ったところで一番良かったところは動画の中ですかね。一番って私結構決めるのが難しくて優柔不断なんですよ。めっちゃ難しいんですけど、景色とかすごいいいなって思ったのはやっぱ上高地ですね。天気も良くって本当に綺麗でした。おすすめです。好きな関西私鉄はどこですか？近鉄って言って阪急。一番好きな駅弁は何ですか？これ私が教えてほしいです。今まで行った場所の中で一番絶景だった場所は？一番絶景、でもこの一番系本当に難しいです。一番わかんない。ついこの間見た知床の星空もすっごい綺麗でしたし、宮古島の青い海、山形県の立石寺からの景色もすっごい良かったですね。ちょっと一番決められないです。佐世保にも来てください。行きたいです。鉄道以外の趣味は？あんま趣味ないんですけど、映画見たりするのも好きです。旅の醍醐味は何ですか？寝不足？あとはハプニングですね。ハプニング起きないに越したことはないんですけど、起きたら起きたで後から笑い話になってすごい面白い、旅の思い出がより濃くなるかなと思ってます。登校以外、列車旅以外も含めて一番楽しかった旅先はどこだったでしょうか？また一番だ。一番はちょっとわかんないんですけど、私海がとにかく大好きで、8月生まれっていうのもあるのかもしれないんですけど、なので宮古島でマリンアクティビティを4泊5日か3泊4日かしたんですけど、もう一日中ずっとマリンアクティビティしてました。それがすごい楽しかったです。パラセーリング、ダイビング、サップとかいろいろ、あとバナナボートとかにも乗ったし、すっごい楽しかったです。鉄道会社に入って車掌や運転士になりたいと思ったことはありますか？私は働くよりはありがたく乗らせていただきたいので、あんまり思ったことはないんですけど、運転士さんにはなってみたいなって思ったことありますね。運転席から見える景色にすっごい憧れがあります。リニア新幹線の試乗はしたことありますか？ないです。抽選応募したんですけど外れちゃいました。横浜市営地下鉄乗ったことありますか？あります。旅行の計画を立てるときに時刻表アプリは何をお使いですか？計画を立てるときは全部公式ホームページの時刻表から見てます。幼少期に好きだった鉄道車両はありますか？記憶に残っている範囲で構いません。私はね、幼少期は全然鉄道が好きじゃなくてごめんなさい。聞くところによると、昔おじいちゃんと橋から電車を見てたらしいです。大阪の方でしょうか？動画を見て気になりました。生まれだけ大阪で両親が大阪なので、たまに関西弁という感じです。それについても普通の動画で喋ってるのでぜひ見てください。
次に乗りたい電車はどうやって決めているの？私の気分、私の興味と、あとみんなからおすすめされて行ってみたいなって思ったところとか、あとは季節ですね。この鉄道にこの季節に乗ったら楽しそうだなとか、目的地にも寄って決めたりします。撮影の時に使っている小さいカメラ教えてほしいです。使ってるのが2つあって、今撮ってるのがオズモポケット3、もう一つ使ってるのがインスタ360の GO3 です。シオネルさんおすすめの列車は何ですか？無料で乗れるところで行くとやっぱり京都レインガラクがすごいおすすめです。外国の方はすごい興奮する車両だと思うんですけど、日本人でもやっぱりああいう電車に乗れたらすごい嬉しいなって思います。あとは青のシンフォニーとかも雰囲気がすごい良くて好きな列車です。おすすめです。今までに没動画はありますか？めっちゃあります。実は没の理由はいろいろあるんですけど、今後はないようにしたいです。はい、ということで皆様からいただいた質問に答えてみました。いかがだったでしょうか？実際に皆さんとお会いできる機会が作れたりとかしたら嬉しいなと思うので、それまでもっともっと皆さんに楽しい動画をお届けできるように頑張りたいと思います。頑張ります。で、皆さんもいつも私が行った場所に行ったよとかメッセージくださる方もいらっしゃったりして、とっても嬉しいなと、私の YouTube の励みになってますので、これからももしよかったら皆様の旅の参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。